皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はワクチンの話です。新しいワクチンを作るというのは非常に時間がかかるものです。このワクチンは果たして効くのかどうかというのを試さなければなりませんし、そもそも一から作るというのであれば、従来型のワクチンというものは1年2年というものはあっという間に過ぎ去ってしまうものです。しかし今求められているワクチンというのはそのようないつまでも待っていられないというのが正直なところです。しかし科学技術または医学技術の進歩によりその開発期間というものが大きく縮まろうとしています。今回はそういった希望の持てるニュースだと私は思います。というわけで今回のニュースはこちら。アメリカにおいて新しい技術をベースにしてワクチン開発が進められています。もちろんこれはまだ開発段階でありますが、同時にもう試験が開始されるという段階まで来ています。これは従来の常識から言うとはるかに速いスピードです。一体どのようなワクチンなのか見ていきましょう。記事に入る前に少しだけ豆知識をお伝えしておきます。まずワクチンとは、長期的に最も優れた防御策は従来型のワクチンです。しかし従来型のワクチンは市場に出回るまでに最短でも3年から4年かかるという欠点があります。ワクチンが人を感染から守ることを証明するのに時間がかかる上、大量生産にも時間がかかるからです。また、開発が失敗に終わることもよくあることです。ただし、今回の場合は前例があるためにその派生型であるということから、少しだけこの開発期間は短くなるだろうとは言われています。開発期間の短いワクチン。対象から取り出した遺伝物質の探査を人体に直接注入する新しいタイプのワクチンがあります。この方法では患者自身の細胞が抗原を作ります。この種のワクチンは技術的に発展途上であり、医学分野でまだ大きな成功を収めていません。しかしワクチンのプロトタイプを早く開発できる方法として注目されています。今回紹介するのはこちらのタイプです。アメリカで世界初のワクチンの臨床試験を実施へ。アメリカモデルナ社のメッセンジャー RNA ベースのワクチン、治験薬を初めて出荷。アメリカでワクチンの臨床試験がそう遠くない時期にスタートしそうだ。アメリカモデルナ社は2020年2月24日、同社が開発中の新規ワクチン、開発番号メッセンジャー RNA1273 の治験薬の最初のロットを出荷したと明らかにした。第1相が実施されれば、臨床試験としては世界初になるとみられる。モデルナ社は2010年に創業され、メッセンジャー RNA をベースとした治療薬やワクチンを開発している上場ベンチャー企業。メッセンジャー RNA とは狙ったタンパク質合成を促します。これが抗原。この抗原が抗体を生みます。開発中のワクチンは人の細胞への感染時に足がかりとなるスパイク、タンパク質、遺伝子をコードしたメッセンジャー RNA ワクチンを接種すると、体内でメッセンジャー RNA からスパイク状タンパク質が発現。非接種者の免疫がスパイクタンパク質を抗原として認識し、スパイクタンパク質に対する液性免疫や細胞性免疫が誘導されることで、予防や重症化が抑えられたりする効果が期待される。この後この記事の中ではどのように作用するかといったところが原理的に説明されていたのですが、ここではあまりにも専門的すぎるために省略します。今回モデルナ社はアメリカ国立衛生研究所傘下のアメリカ国立アレルギー感染症研究所 NIAID と協力してワクチンを設計した。このワクチンは膜融合前の安定化した形態のスパイクタンパク質を発現するように設定されているという。1月中旬、ゲノム情報を解読公表されてからワクチンを設計し、モデルナ社が臨床試験向けの治験薬を製造するまでかかった期間は約40日程度。従来型のワクチンは開発に時間がかかり、また安定的に製造できる工程を確立するのにさらに時間を要する。それに対してこのワクチンはメッセンジャー RNA ベースのワクチンのため、公表されたゲノム情報をベースに設計できることや人工的に合成できることから短期間で治験薬の製造に至った。モデルナ社がマサチューセッツ州ノールトに製造施設を持ち、これまで臨床試験向けに複数品目の治験薬を製造していた実績があったことも大きいだろう。ワクチンは今後 NIAID で非臨床試験が行われ、安全性などが確認されれば NIAID で第一層臨床試験がスタートする見通しで、
実施されればワクチンの臨床試験としては世界初になるとみられる。今回の治験薬の製造は日本など複数の国、アメリカ、ビル&メリンダ・ゲイツ財団、イギリス、ザ・ウェルカム・トラストなどが拠出する官民連携パートナーシップである感染症流行対策イノベーション連合が支援した。今回開発が進んでいるこのモデル社の作ったワクチンというものは今まさに人間に使われようとしています。つまり空想上の話でもなければ机上の空論でもありません。また実験室で作ってうまくいくかどうかなといったお話をしているわけでもありません。実際に人間に使ってさあ効果が出るかなというところを確かめる段階までもう来ています。ゲノム情報を解析してこれを全世界に公開してからわずか40日という従来に比べると凄まじい速さです。こういった話をすると何か陰謀論の好きな人はもう事前に知っていたんじゃないかというふうに考えるかもしれませんが、それとはまた別の話です。例えば10年、20年前であればこのゲノム解析というものも一体何年かかるんだろうということがよく言われていました。人間のゲノムを全て解き明かすまで一体10年、20年、30年かかるかもしれないなと言われていたものが現在においてはすでに解析済みです。そのように科学技術の進歩やソフトウェアの進歩といったものが相まることによって従来では考えられなかった方法というものが今は進歩を遂げているのです。今回のワクチン製造においてもそうした医療技術や科学技術の発展というものを大きく影響を受けています。一緒に開発しているアメリカ国立感染症研究所というのはアメリカの政府機関です。つまり株価狙いで何か大ボラを吹いているような話では全くありません。ましてや人体に使うなどというのに得体の知れないものということをアメリカが許すわけがありません。このモデルナ社というのは今回のワクチンで確かに大きく注目されて株価も上がったわけですが、すでに開発しているものの試験というものも進んでおり、そちらの方も順調だというニュースが流れています。理論的には効くだろうと思われているワクチンですが、本当に効くかどうかというのはこの試験次第です。早く効くというような朗報が流れることを私は期待しています。このようなニュースを聞くと、医学や科学の技術進歩というものは非常に素晴らしい勢いで伸びているなというふうに感じるのですが、同時に不条理というものもそこには存在しています。例えばアメリカで今回の治験の対象となる病気にかかっているかどうか、それを調べるために病院に行って検査をしてもらったら35万円かかったというニュースが流れていました。一体なぜそのように高額な料金が請求されるかといえば、従来の病気ではないのですから、民間の保険に入っていたとしても、この病気が対象に入っていないというような問題などもあるそうです。ワクチンの開発が進む一方で、アメリカにおいてはこうした光と影が同時に存在するというのも非常に興味深いところです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントを書いていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。